優麗な技の数々と古来の型から近代的な型まで幅広く継承している糸東流空手。その洗練された技術と豊富な型の体系により、日本における四大空手流派の一つとして広く知られています。今回はこの糸東流空手を創始した馬文健和という人物を紹介します。糸東流空手の開祖となる馬文健和は、旧琉球王国の大名ウフグスク剣雄の末裔にあたる人物で、13歳の時、首里デーの大家イトス・アンコウの門下に入り、イトス派の首里デーを学びました。その後、中学校を卒業すると、熊本の第5師団歩兵第23連隊に入隊し、19歳の時には宮城長順の紹介で那覇デーの大家比嘉女官僚に師事したことで、馬文は那覇デーと首里デー両方の空手を収めます。兵役を終えた後は警察官として採用されますが、武への探求心は衰えず、警官時代に荒垣の棒術と田和田の才術を収めます。1916年、27歳になった馬文は自宅に道場を開設し、さらに2年後、自宅を会合所として空手研究会を設立し、本格的に空手の研究に取り組み始めます。この研究会には本部長友、喜屋武長徳、宮城長順、白間審判、花城長茂といった当時を代表する名だたる空手家たちが集まり、共に技術や理念の探求を行いました。設立後も多くの空手家が合流するなど、流派の垣根を越えて沖縄空手界の精鋭が一堂に会するという歴史的にも極めて重要な集まりとなったのです。1924年、35歳の時に警察官を退職し、同年沖縄県立水産学校で空手の指導を行います。翌年には空手研究会を沖縄空手研究クラブに発展させ、より組織的な活動を展開していきます。1927年、講道館柔道の創始者加納治五郎が沖縄に来られた際、その恋に応じて2日間にわたり宮城長順と共に空手の術技を披露します。加納は空手の技に驚嘆し、弘法自在、全国に宣伝してはと進めます。この加納の言葉に意を決した馬文は、1929年に各学校の空手師範を退職し、本土で広く空手の普及を行う決断をします。沖縄から大阪に居を移して道場を開設し、本格的に空手の普及に取り組み始めます。45歳となった馬文は、恩師であるイトス・アンコウと比嘉女官僚の名前から一字ずつ取り、自身の流派を糸東流として空手の指導を行うようになります。馬文の作った糸東流空手は、首里デーと那覇デーの両方の流れを受け継ぐという空手流派の中でも得意な存在であり、そのため他の多くの流派と比べても型の種類が圧倒的に多いことが大きな特徴です。この多様性は創始者である馬文健和という人物が非常に研究熱心な人物であり、多くの古流の型や技術を積極的に学び取り入れたことによって生まれたものです。馬文は沖縄から本土へ居を構えたことにより、本土に伝わる柔術や合気道も研究対象とし、これを自身の空手に融合していきます。これにより糸東流は歩幅が狭くなり、素早い入り身の技が生まれたといいます。馬文は自らの空手を広めるべく各地で指導に取り組み、その普及に尽力しました。その普及の歩みは戦時中の混乱と物資の不足という厳しい時代にあっても止まることはなく、空手の発展に尽力し続けたのです。この時代、戦争の影響で世は混乱し、空手界も分裂の危機に直面していました。中には偽の空手を教える者も現れ、本土の空手界の状況を馬文は常に憂いていたといいます。ある日、現状に沈む死を見かねた弟子がそのような道場を突き止め乗り込みました。しかしそれを知った馬文は逆に弟子を厳しく叱りつけたといいます。
この出来事を通じて弟子たちはマブニの空手に対するまっすぐな思いを深く受け止め、師の志す空手を広めることをマブニに誓います。弟子たちの熱い誓いを聞いたマブニは涙を浮かべ、ありがとう、頼みますと言葉を残します。これが弟子たちが耳にしたマブニの最後の言葉となりました。1952年、空手に生涯を捧げ、数々の功績を残したマブニは62歳という若さで生涯を閉じます。生前、マブニは空手は君子の剣であると語り、空手を単なる武術としてではなく人格を磨く道として弟子に説いていました。また次のような和歌も残しています。何事も打ち忘れたりひたすらに武の島さして漕ぐが楽しき。これは何も求めず武の高みを目指す、その歩みがただ楽しいという句です。他人よりも強くなることを誇らず、ただ武の島を目指して貝を漕ぎ続けたマブニの生涯、誰よりも空手を愛し、その心と技を後世に託して去った武人でありました。